れ背中側になってます。でこれ頭で腕が8本、それから特別な腕が2本、触腕と言いますけど2本の触腕があるんですが、腕の名称、背中側から見て右の方がこれが第1腕、これ第2腕、第3腕で右の第4腕、そしてこれが左の第1腕、第2腕、第3腕、第4腕というふうになってます。で腕には吸盤がついてますけど吸盤が2列で、特にですね第3腕のところにこういう外側にですね、これキールって言いますけど遊泳脚、遊泳肢っていう遊泳するためのこのヒレがついてます。こちらにもそうですね。これがちょうど腕を、泳ぐ時にですね腕がこうスタビライザーの役をするという、これが腕のヒレです。もう一つヒレこっちにありますけれども、これが一つのヒレで、ここでですね重要なのは腕の構造と触腕の構造とは全く違う。で腕は先ほど言いましたけど、もう腕の根元からずっと先端まで2列で吸盤が並んでいます。2列ってジグザグの2列なんですけどね。ただ触腕はですね根元にはもう吸盤がありません。でこの辺からちょっと吸盤が少しついてくるんですけど、一番吸盤があるのがちょうどこの腕の触腕の先端部分、ちょっと広がった部分なんですが、ここに非常に大きな吸盤が2列で、その外側にもう一つ小さい吸盤が並んでて、ちょうど4列の吸盤がこの触腕の小部って言いますけど手のひらのところにあるわけですね。で触腕というのは、名前の通り触るという触腕、触というのは触るという意味なんですけれども、これを伸ばして餌を捕まえます。それを捕まえた後ヒュッと引っ込めて、で残りの8腕の残りの8本の腕で餌を抱え込んで食べます。ですからこの触腕は餌を捕まえるために特化した腕っていう考えていただくといい。でこの小部についている大きな吸盤が餌を捕まえるのにすごく役立つ。でこの先端部分はね、この小さい吸盤がいっぱいついてるんですけど、これもやはり4列から2列になってずっとつながってるんですけど、この先の方の吸盤はどうも触ったものが何であるかっていうのを感じるための吸盤、そういう働きをしている。どうやってわかるんですか？どうやってっていうのもなかなか難しいです。化学物質だと思います。触った時の、食感もありますし、化学物質でこの何を掴んでるかっていうのが分かる。このねイカの吸盤っていうのはこう肉のカップみたいになってて、その下側にこう肉の柱がついてます。これ吸盤柄って言いますけれども、ちょうどワイングラスのこうね足がくっついてるみたい。この中にですね角質管っていう基質のリングが入ってます。基質っていうのはですね、タンパク質なんですけれども、タンパク質が硬くなる、我々でいうと爪と一緒です。硬くなるタンパク質というふうに考えていただくといいと思いますが、はい。でこれで獲物を捕まえた時にしっかりギュッて押さえつける、餌が逃げないようにするということで、これ後でですねちょっとこの吸盤の角質管というのは歯が生えてます。獲物が逃げないように滑り止めの歯が生えてるんで、この歯をちょっと見てもらいましょう。今ここに触腕の吸盤取りました。吸盤の角質管取りました、はい、腕にも必ず腕の吸盤にも角質管がついてます。でこれも取ってみましょう。よいしょ。これですね。これが触腕と腕の吸盤の角質管。これ違うんですね、歯の生え方が。後でですね、アップで見てみてもいいんですけれども、はい、ですね、これがどっか違いが分かりますと、肉眼でも分かることは分かるんですけど、こっちの触腕の角質管は全てリングの周り全周にわたって小さな小さな歯が生えてるんです。でこっちよく見てください。はい、これ腕の方ですけど、腕の方は手前側がこれが歯がないんです。はい、こっち側だけ鋭い歯がついている。つまり触腕の吸盤っていうのは餌さっき捕まえるって言ってましたけど、はい、伸ばして餌捕まえますよね。はい、そうすると小魚でも、何でもいいんですけど、いろんな方向に逃げようとする。ですから触腕で捕まえた後、どの方向に行ってもいいように滑らないように全部の周りに歯が生えてる。で腕の方の吸盤、これは
歯が生えてる方向が片っぽだけ。それはどっちだと思います？吸盤の。例えば吸盤があるとして、この歯のついてる方向はどっちかというと、腕で捕まえますね。はい、で中の餌が魚でもいいんですけど、外に逃げちゃ困る。はい、だから外には逃げないように、吸盤があるとするとこっち側に歯が生えてる。わかるかな？わかります。はい。でこっち側が歯がないのは、餌捕まえて今度口がちょうどこっち側にあるので、口の方には滑るようにしている。だから絶対外には逃げないような形でこういう歯が生えてるっていう、これも一つのですね、餌を取るため、それから餌を抱え込むための非常に巧妙な仕組みって言っていいと思うんですね。イカっていうのはですね、雌雄で形がほとんど変わりません。雌雄、オスとメスですね。で外形から見てオスとメスと分かんないんです。ただ一つだけ、成熟が進んでくるとオスに特有な交接腕っていうのがね、特別な腕ができるんです。それが右の第4腕なんです。右の第4腕の先端部、これをよく見てください。これまだすごく若い個体なんですけど、この先端のこれ第4腕の先端、こっちも第4腕の先端なんですけど、左のね、右の第4腕、はい、ちょっと違いません？左と右で。この右の第4腕の先端部分、これ吸盤がほとんどなくなって、こうちょっと肉の腕みたいになってますよね。はい、これがね、オスの交接腕なんです。オスメスを調べるときは、この右の第4腕の先端、これと左の第4腕を比べてください。そうすると左の方はずっと吸盤が先端まであるんですけど、これはこの辺で吸盤なくなって、あとこう肉の腕みたいになってます。それがオスの特徴になります。オスがメスに精子の入ったカプセル、精鏡って言いますけど、それを渡すために特殊な腕なんです。で精鏡っていう精子の入ったカプセルはすごくこう感度が高いっていうか、あんまり乱暴に扱うとすぐ弾けちゃうんで、それを扱う特別な腕が必要なんです。でそれがこの第4腕なんです。ですからもう少し成熟が進んでくるともっとよく分かるようになります。正中線でいいと思います。血液を送っている血管です。